FM Osaka. 85.1. Dance for me. 母ちゃん、あんた、踊れるかい FM Osaka. 大阪。Take it easy. 5月30日金曜日夜8時になりました。こんばんは、あかねクラブ。今週も FM 大阪のスタジオから、ダンスチーム、アバンギャルディをプロデュースしている振付師、あかねです。なんかちょっと今日、声ガスガスなんでやろうなんででしょうか元気ですけど。久しぶりに喋った？いやいや、おかしいな。そんなことないな。だって今日は私英語のレッスンもしてきたし。万全なはずなんですけど、なんででしょうか忘れておりますが。はい、5月30日ということで、5月最後でございます。あっという間に上半期がもうすぐ終わろうとしておりますが、いかがお過ごしですか？はい。私はですね、ちょうど2週間前になります。はい、大阪でありました、サザンオールスターズのライブに行ってまいりました。はい。いや、もうね。もう今思い出してももう、涙が出そうなぐらい、やっぱまだ興奮が冷めやまらぬままでございます。はい、もう本当に、人生で一番のライブでしたね。更新しました。うん。なんかね、とにかく、まあもうね、サザンの皆さんも70歳手前っていうかもう、今年で70歳になられるわけですけれども、もう年齢を全く感じさせないパワフルさと、でも歌もね、歌声も何も変わらない。めっちゃくちゃ良かったし、もうほんまにセットリストが最高でした。今回ね、出たアルバムとかをしっかり聴いて予習はしていったものですが、いやでもそれでもやっぱり生のパフォーマンスと演出がね、やっぱ素晴らしいです。サザンのライブは、もう生で行くのは、今回で、2回目か。サザンでは2回目かな。桑田さんのライブとか入れたら3回目とかなんですけれども、なんていうかね、私、神席と言われるものですか。はい。とんでもない神席を引き当てまして。はい。私、まあ、一応ファンクラブちゃんとっていうかまあ入っていて、ファンクラブの、選考で、まあ、当選したわけですけど、まあ、そこの当選自体も、まあ、ね、結構難しいと言われております。で、大阪は京セラですから、京セラドームってもうね、何万人が来るとこでしょ？そこの、B ブロックって言って、まあ、A ブロックが一番前だとしたら B ブロックですね。の12列目だったんですけれども、のど真ん中。ど真ん中でした。で、だからまあ B ブロックなんで前に10とか20とかおるんかな。まあだからもうほんまに、まあでも30列目ぐらいとかなんですか？だからほんまに肉眼で見えるんですよ、そこに桑田さんが、メンバーが、ダンサーが見えて、もう、でね、まあ途中で、サザンのライブって、まあちょっとこれあれなんですけど、みんな座っていいよみたいな感じの雰囲気があるんですよ。まあなんか座って聞いても大丈夫ですからねっていう風に言ってくださってみんな座った時に、本当に前の人全員座って、なんでって感じなんですけど、前の人みんな座ったから、私は立ってましたよ。だって、そんな、なんていうんですか、絶対座らないといけないっていう感じではないので、好きにね、それはするものだから、まあもちろん立ってる人もいたけれども、私のちょうど目の前はみんな座りはったので、なんかもう自分に、すごい歌いかけてくださってるみたいな感じになって、まあ、最高でした。なんかもう本当にモニターというか LED とかも全く見なくても本当に見える席だったので、もうなんか一生忘れられない。はい。一生忘れられないライブになりました。うわ、嬉しかったな。だから、もう何回もね、泣きましたね、本当もう胸に響いて、自分の心に本当にふわーって突き刺さって、なんか、また頑張ろうとも思いましたし、なんか本当にいい刺激をいただきました。という2週間前でございました。でもまだ2週間経っても興奮はやっぱり冷めやまらぬままなんですよ。
なので、ちょっと皆さんにもね、サザンをシェアしたいと思います。まあ、自分が一番もう好きな曲だったんですけど、やっぱり生で聴いて演出見て泣いてしまったこの曲をちょっと1曲目に流したいと思います。あ、そうそう。で、今日の、あかねクラブなんですけれども、アバンギャルディのファーストシングル、OKP サイファーを作ってくれた、GRP さんが登場。はい、すごいですね。すごいゲスト。LA からね、日本帰ってきてるというタイミングでございましたので、いろいろお話を聞いていきたいと思います。また番組のどこかでバーディーズからのメッセージをお届けしたいと思います。それでは FM 大阪あかねクラブ、今日の1曲目、感動を皆さんにシェアします。やばかったんだから。本当に。涙がブワーって溢れてくるんですよ。この愛の言霊で涙が溢れるなんてびっくりじゃないって思うじゃない？ほんまにレベチのかっこよさと、うえって心臓に来たんです、これ。えぐかったから。もうその後の何曲か余韻で泣いててん、ずっと。やばすぎて。もう愛の言霊が食らいすぎて自分は。涙が止まりませんでした。えぐかった。こんなシーンあったっけっていう、とんでもないラップが出た。だからすごかったんですよ、本当にこれは、はい、愛の言霊、スピリチュアルメッセージです。皆さんこんにちは。FM 大阪からあかね×GRP。今日はこの二人で素晴らしい時間をお届けします。誰やねんってなってます。違う番組と思ってるんじゃないですか。あかねクラブっていうね番組なんですよね、これ。そうですよ。はい、改めまして、本日のゲストコーチはなんと GRP さんです。どうも GRP。よろしくお願いします。やばい。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、呼んでいただいて。こちらこそです。本当はるばる LA から。いや、LA からこのために。はい。はい。ために来てくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。あかねクラブに出たかった。あ、すいません。ありがとうございます。こんな感じで大丈夫ですか？はい。もうありがとうございます。はい。ちょっとこれ、GRP さんを改めてね、簡単な、プロフィールでございますけれども、ご紹介したいと思います。はい。プロデューサーであり、作曲、編曲、ギター、ドラム、ピアノ、そしてボーカルもやってますよ。はい、そうですね。はい。あの曲ですね。あの曲でね。はい。プロデュースは、こっちのケントさんのはい喜んでや、ゲームストリートファイター6のメインテーマに、また東京ゲゲゲイだったり、三代目ジェンソロブラザーズだったり、トラビスジャパン。他にもいっぱいありますよね。キンプリとか。いろいろ、はい、やらせていただいておりますけども。はい。いや、ありがとうございます、本当に。多すぎて。感謝感激。はい、もう、大注目を集めております。音楽プロデューサー。それが GRP さんです。こんにちは、GRP ことゴリピーです。イェーイ。ゴリピーさんです。はい。はい。で、今回、私がプロデュースしております、アバンギャルディのファーストシングル、OKP サイファーの作曲というかもう全部ですね。いや、もう。すべてをしていただきました。はい、ありがとうございます。いや、もうこれは本当に、一つ確認なんですけど、これは OKP サイファーなのか、おかっぱサイファーなのかっていうところの、タイトルをですね、ちょっと私、はい、おかっぱサイファーって言っておりましたので、違う意味で、申し訳ございません。はい。あかねさんの大ファンの方がですね、これどっちなんだっていうので、ちょっとコンフューズされてたので。なんですけど、これ OKP で行かしてもらってもいいですか？ OKP で行きましょう。はい、そっちの方がかっこいいかな。OKP って言ってますから。すごい。はい、いや。ほんまね。実は曲ね、いろいろ、なんで僕が喋ってるんやな。どうぞすいません。お願いします。いや、本当にお願いします。全然。まずアバンギャルディが、まあずっと曲を作りたいって、まあ言ってたんですけど、まずそのほんまの一番初めは、もっと一番初めはアメリカズゴットタレントに、出るってなった時に、アイドルやるのに、ちょっとなんていう、イントロの部分とかを、いろいろちょっと、そうとか、なんかちょっといろんな部分で、ましたね。ちょっと、イラってほしいみたいな。なんて言ったらいいんですか？なんかダンス仕様にちょっとなんか、そういうことか。なんか編集かなんか、必要であればサウンドデザインもしてほしいみたいな感じがきっかけでしたよね。はい。一番最初は。そうなんです。はい。で、やっていただいて、で、その後に、アバンギャルディの、ライブのオープニング
の曲も作っていただいてたんですよ。どれぐらい前ですか？去年です。去年ですか？去年のセカンドライブの時の楽曲も全部やってくださって。なんかもうすごい月日が流れてる感じがしてまして、なんか結構すごいじゃないですか、僕ら。速さ的に。はい。あかねさんのスパンも速いし、ツアーで、またツアーでみたいな、結構こう、次の曲もみたいな感じで。そうでしたね。なので、ちょっとすごい前なんかなと思ったら、また去年だったって。全然去年で。去年で。で、今回もその曲を作りたいって、去年から私言ってて、はい。で、まあ、いよいよ作るぞっていうことで。いや、もう最高ですよ、本当に。どうでしたか、この。OKP サイファー、いや、もうね、僕はでも、この曲を通して、やっぱ、改めて、あかねさんの天才さが見えましたね。どういうとこが？いや、なんかやっぱりダンスを、振り付けを、こう見越して考えてるけど、僕ダンスしないから、基本的にまあサウンドは作れるけど、そのサウンドの先を知ってるのはあかねさんじゃないですか。こう見せたいと。こういう風にしようっていうの。それはもちろん後で詰めなきゃいけないと思うんですけど、だからそれをこう考えながら制作していく中ですごい僕新しいインスピレーションで、めっちゃ楽しかったです。でも、他の人とかってはそういう感じじゃないんですか？いや、振付師さんと曲作ることないんで。はい。東京ゲゲゲイさんとかは踊りあるじゃないですか。でも、マイキーさんは、もうマイキーさんは天才なんで、はい、もう、なんかマイキーさんと、だから似てますよね。なんか感覚系じゃないですか。感覚肌系じゃないですか。そうですね。これかっこいいかかっこよくないかどっちかじゃないですか。で、そこを、汲み取らなければいけない立場のゴリピー君。汲み取らなければ、あかねさんブチギレという。いえ、そんなこと。二度と来ない。二度と笑われない。はなかったですやん。なかったけど、はい、なんか僕も感覚肌やから、同じ感覚でやばいと思えてるのが嬉しかったですね。なるほど。なんか、この楽曲を作る前から、いろいろ自分の好きな音楽だったりとか、全部リサーチしてくださったじゃないですか。はい、はい。まあ自分はこっち系が好きですとか、はい、この音が好き、ゴリピーさんが作った曲だったらこっちが好きですとかをちゃんとこう言って、はい、はい。で、ほんまにタイミングよく、お仕事で日本に帰ってこられた際に、はい、もう、いるんだったら、スタジオ行きたいって。それでね、スタジオ来てくださって。にね、押しかけて。あれ良かったですよ、一緒に作れて。そうなんですよ。はい。その時に、もっと、こんなんがいいとかってね、直接、こっちの音程で、とか。いや、めちゃくちゃ楽しかった。まあ今回すごい勉強になったのが、やっぱり歌手じゃないから、歌手にしたくないし、ね、そういうアーティストでもないじゃないですか。はい。だからそこの、でも、一曲として曲をリリースしたいっていうところは、すごく考えさせられたところというか、まあ、構成だったりとか、ラップ入れたりとか、歌とかもね、いろいろ考えてましたけど、入れすぎても、歌いすぎても、ちょっとアバンギャルティと違うというか、なんかダンスグループ、歌手みたいにはしたくないっていうのもあったので、そこはすごく音色とか、なんかそういうサウンド面含め、なんか一貫してダンスがこう楽しめるようなサウンドデザインっていうのを考えながら、なるほど。作る中で、あかねさんからこんなんがやんなんがいいっていうのをこう取り入れて、そうそうそう。なんかね、ここのシーンはラグジュアリーにしてくれとか言ってね、めっちゃ言いましたよね。アイディアがめっちゃ面白いんですよ、あかねさんって。もう結構出来かけてきてるのに、ここ変えたいとかあるじゃないですか。でもそれは、僕は結構面白くて、そういうアイディアなんや、みたいな。なるほど。僕が普段持ってないアイディアを、逆に僕もこう、インスピレーションを受けて、面白いなっていう。ああいう音の作り方で普通しない？いや、しない、できないじゃないですかね。普通は多分。曲の OKP の曲って、なんか A メロ、B メロとかってちゃんと分かれてはいるんですか？一応、曲としては作らないといけなかったんで、でもなんか最初のなんかメロディーあるじゃないですか。実は最初と違うんですよね、あれイントロの。はい。ああいうとこ変えたりとか。イントロとそのサビみたいなところ。サビみたいなところは一応同じメロディーしつつ、でもやっぱり、ダンスなので、同じやつをやってもなんか飽きちゃうじゃないですか。だからそこは飽きさせないように、でもちゃんと曲として成り立っているっていう構成は、考えさせていただきましたけど。いいなぁ。だけど、でも楽しかったですよ。本当ですか？とても楽しかったです。ちょっととりあえず、じゃあ一番のゴリピーさんの、あれは何ですか？お気に入りの場所。一番のお気に入りの場所、OKP の。時計の音を入れたんですよね。なんか、あれ始まりの合図みたいな感じですね。あれはショーが、わかりますそうですよ。だからちょっとクロックの時計の音を入れて、なんて言うんだろう。なんかもう来るぞ感というか、始まっているその時計が
回り出したっていうイメージで、そこが一番、まあ、お気に入りのとこですかね。そこに注目して、じゃあ、そこちょっと注目して聞いてもらいましょうか。OK ピック。流すんですか？はい。ああ、いもらや、ぜえたら。ひ聞いていただきたい。で、私のやっぱお気に入りポイントは、なんか低音がすごいかっこいいなって思います。低音ももちろん。でも、あかねさんも結構ね、リクエストしてくださってたんで、もっと低音欲しいとか。はい。はい。なんか、そうですね。低音のところと、はい。あとやっぱゴリピーさんの声と、僕、はい。歌ってますからね。なんか、OKP。そうなんですよね。なんか、普通そんな歌ったりするんですか普段とかも。いや、ちょこちょこ入ったりはしてる。いや、ないですね。ないんや。基本的にないっす。いやいや、でもあれはあれでなんかすごいいい感じになって。いや、そう、だからやっぱり、女の子のグループやから、はい。なんかでもなんか自分たちで歌ってるっぽくもしたくなくて。非現実みたいにしたかったんですよね。そうですよね。なんかあんまりちょっとその、女性ばっかりの声も嫌だなと思ってたから、めっちゃありがたかったです。そうです。やりよかったですよね。あかねさんも歌ってますからね。そうなんですよね。でもなんか。ちょっとこれね、今から聞かれる皆さんもちょっとそう注目してほしいです。けど。叫んでるとこありますもんね。はいはい、そう。なんかでも、改めて、爆音とかで聞くと、なんかライブとかで爆音で聞いたらもう自分の声丸分かりです。自分やん、みたいな。あと最初、イントロもね、言ってますか？それどれがあかねさんなのかっていうのをちょっと皆さんに考えてもらいません？どれがあかねさんの OKP とか。言ってますね。単独もあるんですか？単独あります。気づいてなかった？わからんかも。一番最初の。あ、そうなんですね。OKP ってみんな言っていくね。それは私なんや。一つか二つぐらいあかねさんする。そうなんや。じゃあちょっと。で、そこもちょっとね、どれがあかねさんなのか。すご。ちょっと覚えてるか。はい。じゃあ、見てください。アバンゲルディで OK。ドーンとしては、そうだよ、リラックスされてますよ。はい。あ、そうなんですね。じゃあ、そうですね。いいパートナーでおそうですね。だからまあ曲の作り方としては、まあ最初にまあ、このような曲はどうですかって言って、まあ、僕がこういう、まあ最初、音を作って、ケント君に、いいですね、みたいな感じからこうスタートしていって詰めていくって感じなんですけれど。はいはいはい。はい。この、はい、喜んでとかはどのぐらいの制作期間ですか？制作期間、これちょっとね、毎回どれぐらいやったか忘れちゃうんですけど、まあ、でも、いや、でも長かった。長かった。なんかね、あれってタイム感がね、ちょっとね、でもね、数ヶ月以上はかかってるんです。かかってるんですか？はい、1ヶ月で。やっぱりその、イントロを作り直したりだとか。普段は楽曲はどれぐらいの期間で作られるんですか？まあ、でも、今回の OKP サイファーも結構かかりましたもんね、言うて。数ヶ月かかってますもん。かかりましたね。まあ、それはでも自分の、案件にもよるし、アーティストさんにもよるし。急がなあかんやつもありますよね。僕一人だけだと早いんですけどね。はい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 。2、3時間とか4時間ぐらいで大体できるっていくんですけど。でもそこからまあ、一緒にそのアーティストさん作っていくってなるともちろん、それは時間はかかりますけど。じゃあ、その曲もすごい時間かけて作られて。かかりましたね。結構やっぱ狙って作ったっていうのもあったんで、みんなで。いろんな仕掛けがね、イントロの逆再生だったりとか。あったりとか。トントントンズ。トントンズ。いや、正直ね、あの曲めっちゃしんどかったんですよ、作るの。めっちゃ大変だったんですよ。なんでですか？やっぱりその、いい曲はいい曲じゃないですか。でも、ただいい曲じゃなくて、やっぱり、なんかその、てっぺんの曲を作るっていうところで、そうですよね。何回も聴いてると分からんくもなってるし、ケント君もスランプになるし、僕もスランプになるし。一緒ですか？私もそうです。そこでやりとりしてる中で、僕はその、あれですね、逆再生の、アイデアどうでしょうかみたいな。そう。でもそれも結構いろんな経緯があって、っていうのはやっぱり死ぬなっていうね、最初にケント君の作った曲を出した時に、YouTube で結構考察してくださるファンがいるんですよ。なんかこの歌詞でこういう意味ちゃうのとか、結構この歌詞の意味は実はこういうことを伝えたかったんじゃないかみたいな。で、これ面白いなっていうので、はい、喜んでも、ちょっとそういうお客様も楽しめるような、聞いてくれる人が考察できるようなっていう意味で、逆再生のアイデアをやったところ、まあ、ケント君のまたアイデアがトントントンツーツーツートントントンで、あれを聞いた瞬間、キタってなって。トントントンツーツーツーってなんて言ってるんですか？あれは、だからですよね。モールス信号ですよね。なんて言ってる？助けて、ヘル SOS よね。SOS ですよね。トントントンツーツーツートントントン。はい。それをトントントンツーツーツートントントンって言うてくるアイデアと、キャッチーさ、最初なかったんでね、あれ作って。で、
うわ、来たってチームみんなになって、そっからもうバーンってトントン拍子早く。トントントンツーツートントン、もうトントントン、ツーツートントンだけにトントン拍子に行きました。すごい。はい。そこまでがすごい長かったです、やっぱり。でもやっぱりいろいろ悩みに悩んで、ああいう風に。いや、そうです。やっぱ、歌も上手いし、生まれるんやな。声もいいし、コーラスもすごい積むから、だからやっぱ、音的にもあんまり詰め込まんとこっていうか、シンプルにしていくっていう。すげえ。いろいろありました。すいませんね。でも、自分もめっちゃ、振り付けとかも考えるとき嫌な気持ちになりますね。嫌な気持ちになりますか？ああ、まあ。もうわかんなくなっちゃって。思い出せないでしょ？何やったかとか。もう嫌な気持ちしか覚えてない。それ誰ですか？その嫌な気持ちを収めてくれるのはノーナさんとかなんですか？じゃなくて、なんていうか、まず、例えば、アメリカズゴッツタレントのアイドルが一番自分的には大変っていうか、考えるのが辛かったんですよ。そうなんですか？あれ。めっちゃすごいけど。なんか、すごい早い曲だじゃないですか。はい。だからもう早いし、で、なんか早いすぎてみんな踊れてないっていうのもあって余計に辛くて、どうしようみたいな、なんかいいように見えへんかったんですけど、そこをメンバーがもうちょっと待ってくださいって言って頑張るって言って、時間をくださいって言われて、形にちゃんと完成した時によく見えたから、なるほど。自分の振り付けは、まだ、なんか完成されてなかったからよく見えんかったんだっていうのは思って、だからみんなが努力したからよく見えた。すごい。ってことは、あかねさんはいつも自分では作るけど一応第三者の目で見るようにしてる感じですね。基本第三者の目で見てるから。それ大事っすよ。そう。その第三者の目で見たときに自分がやばいと思えるか思えないかです、ね。そうなんですよ。だからいつもそれで、おーってなって、これで一発目で見たときにいけるってなった瞬間に。でもそこの、おーっていう感覚が、なんかめっちゃむずくないですか？だって、そう。ちゃんとそれが世論というか、この世界的に受け入れられる、そういうこと。おーっていう感覚があってよかったなと思う時もあれば、そうです。自分はいいと思ってるけど、周りは、いいですかっていう時もあるじゃないですか。ないです。いや、そういう人もいるじゃないですか。僕もないですけど、僕も、あんまないですけどね、そういうことは。でもね、あるじゃないですか、そういう。だからでもそういう感覚を研ぎ澄ませていくためにやっぱ頑張ってることってあるんですか？ちなみに。例えば。ないですけど。ないんですか？頑張ってることはないけど、自分の好きなものみんな好きって思ってるから。そう、頑張ってるってあかんな。頑張ってるじゃなくて、好きなものに、もっとワクワクするものに自分からこうやっていくみたいな感じでしょ？じゃなくて、自分が好きなものはみんな好きだってそういう自信があるんです、ちょっと。自分が好きなものはみんな好きでしょって。じゃあ好きなんじゃないってなったら君は違うってなるってことですか？あかねさんの中で。どういうことですか？自分が好きなものはみんな好きでしょ？でも、例えば一人二人、いや、私は別にっていたら、じゃあいいよ、君たちはってなるんですか？めちゃめちゃ怖いですね。違う。だからそうじゃなくて、みんな、大体の人は好きやと思うって思う考えですね。だから別に、そう。別に、嫌いはいるのは分かってるんで。でも努力をされてますもんね、あかねもちろん。努力っていう。努力というか楽しんでるってことですね。新しいものを取り入れたりとか、なんか刺激になるもの。例えば振り付けの刺激になるものって何なんですか、あかねさんの中で。音楽。やっぱ音聞いてダンスとか出てくる。すげえ。音楽しかないですよ、自分は。音楽だから自分で音楽に合わせる動きが出てくるので。音聞いてステージが出てくるんですよ。すごい人がいっぱいいる光景が出てくるの、音聞いて。で、そこでみんなが熱狂してるかどうかっていう感覚でいつも聞いてて。私はなんか音楽聞いたらダンスが出てくるから映像が。その通りに作ればいいだけ。何通りあるんですか、このダンスの引き出し。ないっていうか、とんでもない数あるんじゃないですか。すごいね。だから自分でもわからない。すごいって言ったら失礼か。いや、そんなことないです。えぐいな。そんなん言ったら何通りあるんですか？いや、僕もそれ数えきれないぐらい。でしょ？ありますけど。でしょ？でも違うジャンルの。でも私一番すごいの音楽作る人やと思って、なんでかっていうと、だってダンスは音楽から生まれるじゃないですか。音楽は何もないとこから生まれるでしょ？でも音楽も何かありますから。例えば。いや、音楽は、それはもちろん一から作りますけど、でもやっぱり元々ある音楽があるんで世の中には。やっぱそこからインスパイアを受けて、音っていうのはやっぱできてきてるから、一番最初の音っていうのは、なかなか難しいんじゃないですか？だから、すごくないですか？だって別に例えば、生活音からも生まれたりするんでしょ？もちろん、映画とかね。映画見てからとか。あと人とかもあるかな、僕。ですよね。あかねさんっぽい音とか、こんな感じかな、みたいな。
怒ってる時はこれかなとか。へはいはいはいはえ、すごい。そういうのありますね。だからゼロから作ってるからやっぱ一番すごいな。いやいや、作るいやいや人で、すねまあゼロではないですけどね。だからダンスはその次なんで、5ぐらいなんで。でもやっぱそれが合わさっていいじゃないですか。そうそう、だから5なんでだって別に。マイク・ジャクソンとか。そう、だね。だって、あ僕が逆に生かされるじゃないですか。でも逆にダンスって確かにダンスから生まれたのが OKP サイファーでもあります。そうですね。ね。僕、デンジャラスっていう曲好きなんですけど、マイケル・ジャクソン。はいはいで、音楽知ってましたよ、デンジャラスって。ずっと聞いてましたよ。MTV の昔のね、YouTube 見たときに、衝撃。ああ、なるほどね。音楽しか知らんかったけど、ダンス見たときに、こんなんなんやってなった。さらにその音楽が1億倍よく聞こえてくる。あーだから、はいダンス素晴らしいんですよ。なるほどはい。ね。自信持ってください。ありがとう。先生って言ってもらった。すいません、はい。じゃあちょっと今ここで曲を聞きたいんすいません。ですけど、はい。おすすめの曲っていうか、もう最近の曲でもいいんですけど。あ、いいんですかじゃあ、はい。OKP さんはさっきね、はい聞いていただいたんで、はい。じゃあ、こっちのケントさんと一緒に作った曲で、はい。アニメ、ビジランテの主題歌にもなっています。こっちのケントさんで、結果オーライです。この時間はゲストコーチとして GRP さんにお話聞いてます。よろしくお願いします。はい。ゴリピーさんは今、はい。 LA に住まれてるんですよね。はい、今、ロサンゼルスに住んでおります。はい。なんでロサンゼルスに行こうと思ったんですか？これをきっかけ話しちゃいますか。はい。まあ、当時僕友達がいたんですけど、はい。その彼がですね、うんなんか行ったことがあるみたいな、うんロサンゼルスに、うんなんか行ったみたいなこと言ってて、うんうん。で、めっちゃ良かったみたいなこと言ってたんですよ。みたいな。で、僕あんま興味なかったんですけど、うんまさかアメリカ行くなんて思ってなかったから。で、めっちゃええから来たらって言われてついてったんですよ。うんその友達の観光でね。はいはいはそしたらもうね、青い海、い。うん広い空。うんそして人々がみんななんかうん幸せそう。空気もいい。気温もいい。歌ってる音楽もいい。うん。アーティストもたくさんいるみたいな。もう刺激だらけだったんですよ。おでなんじゃこの国はってなって、ええ。ですごい感動したんですよ。うんで、まあその時はその時でちょっと何日か行って、まだ日本帰ったんですけど、はいこ。の感動がずっとこう震えてまして、僕の心に。ええ。また行きたいなと思って。うんうんで、また観光で行って。うんで、その時ちょうどまあ日本のもちろん音楽の仕事もあったので、うん。ちょっとアメリカで作業しなきゃいけない時がありまして、うんちょっとまあパソコンとキーボードを持って行って、うんまあ、日本の仕事をしてたんですけれども、うんその時になんか日本にいたら思い浮かばないうんサウンドのチョイスとか、あなんかアメリカにこの地にいるからあ。うん。できる音みたいなのが結構ありまして、へえ。これはちょっとやべえなってなって、本格的にビザを取って、うん。自分のその音楽の成長のためにと、自分のそのもっと新しいものを取り入れたいっていう心がすごい大きくなってきたんで、アーティストビザを取りまして、すごい。それで引っ越したんですよ。アーティストビザを取れること自体が本当にすごいことですからね。いや、でも感謝ですよ。やっぱいろんな方動いていただいて、書類とかね、作成結構大変だったんで、ですよね。 17年からか、はいはい。引っ越したのは。あ、じゃあもうはい8年ぐらい、はい。なんですけども、うん2020年、2019年の終わりぐらいか、コロナウイルス、コロナバイロスがこうんう、広がっていきましはいて、はい。私のビザの更新が落ちてしまいましてですね、日本に帰らなきゃいけないなってなっていいか2020年の時に、うん2年間日本帰ってたんですはい、ええよ。で、まあ本当に僕は感動する話なんですけど、うん。まあ一回ね、日本に帰国してまたアメリカ行くって、めっちゃしんどいじゃないですか。そうですねだから使うし。うん。だからちょっとまずまたアメリカ行きたいなっていう気持ちはあったけど、ちょっと、すごいまたしんどいしなってなって。で、まあ、マネージャーにね、うん相崎さんっていう、まあ僕のスーパーマネージャーがいるんですけど、はい相崎さんに相談したわけですよ。ちょっとまあ、ちょっと僕も家を改造してスタジオ作ろう思ってると。うんもう本格的な、もう広い音楽スタジオ作ろうと思って相談したら、何言ってんのうん。あなたがいる場所はアメリカじゃないのって言われたんですよ。わかりました。はいはいはい。そんなとこでお金使うより、うんうん。アメリカでお金使った方がいいって。ああ、怒られたんや。怒られて、勇気づけられて。じゃあ、もう一回申請してみようと。うーん。そこで、まあ、通ったら、もう神様のはいはいはいゴーサイン。そうですね。で、通っちゃったんですよね。あで、あ、ゴーサイン出たんや。はい、もうすごかったのが、うん僕ビザが落ちたと思ったんですけど、うんよくよく弁護士に聞いたら、まあ、更新が落ちただけでビザは却下されてないから、はもう一回更新しましょうって感じだったんですよ。ビザをもう一回取るっていうよりかも。あ。だから更更新、新ですねって言われたん更や。新ですね。renew みたいに言われて、ういやーみたいな。で、えで、更新取れて、もう一回取れたから、2023年か。うーん。またアメリカ行ったので、へえ。だからそうですね。
おもろ。はい。ほんで、はい。こんなん大丈夫ですか僕。こんなこといっぱいして勇気づけられてます。本当ですか？でもすごいなって思うし、行動力がすさまじいなと思いましたね。はい。最後に聞きたいのは、はい。やっぱりどういうはい。若い時代、子供とかの時とかも、どういうふうに過ごしていたら、どういうことしてたら、やっぱそういう天才的な作曲、作詞作曲、音楽プロデューサーとしてなれるんかなっていう。めっちゃ褒めますやん。いや、でもそれはほんまにみんな気になると思うんですよ。で、もし聞いてる人の中で音楽の道に行きたいっていう人もいるかもしれないから、やっぱどういうふうに今過ごしてたらっていうか、早いうちからこんなんしてたらいいよとか、なんかあるんかなとか思ったりして。僕、ピアノとか習ったことないんですよ。音楽理論も習ったことないですし、まあ、ピアノ独学やし、ギターも独学なんですよ。だから、そういうのが必要やと思ってる人がいれば必要ないっていうことはちょっと覚えておいてほしいなっていう。好きだったらやるじゃないですか。なんか自分が好きやったら研究しません？なんか自分なりに。あかねさんも絶対そうやと思うし、すごいサーチするじゃないですか。あれ、サーチするでしょ？わかんない。してんのよ。してるんですよ。認めてください。なんかあんまりわかんないです。あ、記憶ないです。どういうものをまあじゃあ、音についてとか。音についてとか。でもまあ自分が好きだったら。例えば、まあ好きな曲を分解したりとかするんですか？分解もしますし、でも一番大事なんてなんとかなるかなって楽観的な考え方かな。何それ？芸術的なこととか、まあいろんなそういうなんか手に職のことで、僕も最初仕事をしていこうって僕思ってなかったんで、最初は。そういうことです。好きでやってたんで。はいはいはい。でも好きでやってたら気づいた年齢もいってくるじゃないですか。はいはいはい。だからその時にでも周りが就職していらしたりとか、はい、どうしましょう。僕はバイトして、焼き鳥屋でバイトしながらとか。して、周りはバイトしてみたいな。しながらどうするんですか？いや、結構泣きそうなることありましたよ。なんか何してんねやろみたいな。になる。いや、なんか何してんねやろみたいな。で、みんな就職して。でもやっぱり、諦めずに。いや、ほんまなんか諦めずに。じゃあ、夢っていうか、じゃあ、今の道になりたいって思ってたんですか？それとも。そうです。だから、最初は、今もそうですけど、好きでやるじゃないですか。もちろん好きが一番でやっていくじゃないですか。でも、生活していかなきゃいけないから、やっぱお金も稼いでいかなきゃいけないってなってくるじゃないですか。だから僕は、ライブハウスとかクラブとかで、まあ、歌ってるシンガーさんとかに、ビートを売り出していくっていうのが、まあ、きっかけなんですけど、そんなんない時もないし、だから僕バイトしながらやってて、でも、なんやろ、絶対なんとかなるっていう精神と、見とけよっていうハングリーさ。はいはいはい。いや、バカにもされたことあります。あかねさんもあると思います。やめとけって言われたこともあると思います。僕もありましたから。でも、今となれば感謝というか、なんかそういう人たちをちょっと見とけよみたいな。でもなんとかなるっていうのはめっちゃいい言葉ですね。なんとかなるんすよ。すごい。死ななければいいと思ってましたけど。はい、そうですね。なんかでも自分もいつも、ほんまに周りからなんとかなるって確かに言われてたなって。どうにかなりますって。そう、どうにかなるから。どうにかなるから、絶対しかもできるし。はい。もうすごいもうできへんでずっと言うんですけど、できないから。はい。そしたら、絶対大丈夫。どうにかなるからって言ってもらって、どうにかなってるんですよね、確かに。あと、言霊っすね。そういうことか。何にも結果ない時にずっと口で走ってました。すごい。俺絶対やばくなるってずっと口に出して、学生時代とか生活してましたし、いや、もちろん周りの助けももちろんあるんですけど。すごいですね。いや、ほんとね。なるほど。じゃあ、なんとかなるさ。なるさの精神でみんな頑張ってねっていうことですね。人生一回しかないから。でもなんかそうやってゴリピーさんもちゃんと下積みされて、はい。今こうしてビッグになられてるっていうのは、なんかみんな多分ちょっと勇気づけられてるだろうなと思うので。下積みと思ってないんですよね、楽しかったから。すごい。思いません？好きなことって。しんどいことあったけど、でも、努力下積みしてきたっていうよりかは、したことももちろんありますよ。ありますけど、なんか楽しみながら研究しながら、なんか成長してきたんかなっていうのはすごく感じます。すごいです。いや、すごいです。すごいいい話聞いた。すいません。今日本当に一番いい話聞きました。もう全部を取ってですね。全部。なんでね。いや、嘘です。いや、本当全部最初から最後まで知りたかったことも聞きましたし、
皆さんやっぱアバンギャルディのファンの皆さんも、はい。こうやって聞いてくださってるので、いや、本当に。皆さん、アバアバディでさんですね、はいアバディさんは。皆さんも聞いてくださってて、なんか、はいそうなんや、こういう人に作ってもらってるんやっていうのは、なんかすごい嬉しいです感じてくれたかなと思います。アバディ様にもちょこちょこフォローしていただいて。あ、本当ですか。ありがとうございます。よかったです。だから、引き続きね、本当にはいちょっとまた第2弾、はい KP サイファーの次を、次リリースですか次も。はい、したいです。いやいや、したい。したいですよ、それは。したいですぜひお願いしたいいやこちらという、ぜひもう本当に、よろしくお願いします。すぐ出したいですね。第2弾は。もうすぐっていつですかいや、もう今年中に。あ、今年ですかあ、第二弾よかった。来月とかじゃないですよね。いやそう、第2弾ちょっおいいじゃないですかとお願いしたいんで。ちょっと違うテイストで面白いの作りたいですよそうですね。いいですね。それは。でも今回でもライブ見れてめっちゃ良かったのは、あかねさんの好みとか、あかねさんの抱いてる世界観っていうのが大体伝わった感じがしました。また分かってもらったんですか私の脳みそ。脳みそをさらに深掘りしていきまして。すごい。だからその目、線で。会って話してくれますけど、こんなんがやんなんがいい。ねでも実際舞台見たときに、あそういうことかみたいな。ーへえ。そういう世界観でなんか言ってはったんかなっていうのが、なるほどちょこちょこやっぱ伝わったんで、あ、じゃやっぱライブっていいですよね。あ、いや、嬉しい。いやいやだから、また見てもらえたから、ちょっと次の楽曲も、いや、ぜひね、また見させてくださお願いします。いや大変お忙しいと思うんですけどい。い、え、全然全然。お願いします。全然です心の底から。もちろんでございます。またバズらせてください。もちろんでございます。いや、もっと今の曲もっと。いや、もっといけます。ははいい。まだバズに入ってないんで、今の曲。そうです。もっと行きましょう。もっと行きたいです。はい。ありがとうござもっといま行きます。ありがとうございます。はい。はい。す。ということで、あっという間のお時間だったんですけれども、はい。告知ありますか？告知いいでしょうか？はい、お願いします。こっちのケントくんなんですけれどもよろ、しくお願いします。こっちのケントくんの、初 EP ですね。2025年6月18日水曜日に、はい。発売決定しまして、結果往来 EP という名前のはい EP が出ます。はい。もう、いろいろ入っております、曲は。はい。はいもう、たくさん入ってます。はい、喜んでも、たくさん、結果往来も、ウェイキーもうん、いろいろ入っておりますので、はい皆様ぜひとも、はいお買い求めしてくださいと。はいはい、ありがとうございます。ということで、ありがとうございます本日のゲストコーチは、GRP さんでした。ありがとうございました、皆さん。 OKP。 OKP。